これは一体どういうことだね。30億の商談がめちゃくちゃになったじゃないか。怒号に近い上司の声が会議室を突き破る。そこには震える手で書類を握りしめる女性社員の姿があった。優秀な管理職として知られていた彼女が、今まさに窮地に追い込まれている。違います。この契約書は最終確認前のものです。改ざんなんて私が指示するわけ。僕は言われた通りにやっただけです。課長に言われて書き換えろって。そう叫ぶのは新入社員。彼は資料を握りしめ、上司や同僚の前で一生懸命に弁明していた。まるで全ては課長の指示だとでも言わんばかりだ。その言葉を否定する彼女の声は震え、追い詰められた表情が一層青ざめていく。30億円規模の大型案件。社内が総力を挙げて取り組んできたはずの商談が、契約書の改ざんという前代未聞のミスによって、今にも崩れ去ろうとしていた。しかも、指示を出したのは管理職の課長。そんな流れにされているのだから、彼女への風当たりは強い。課長、ここまで大きな損失を出すとなれば、ただでは済まないぞ。このままじゃ解雇もあり得るんじゃないか。重苦しい声が飛び交う中、会議室の後方で一部始終を見つめていた警備員の俺は、一歩前に出る。失礼します。その場違いな警備員の姿に、周囲が一斉に振り向く。彼らの視線は、今はそれどころじゃないんだと言わんばかりに冷ややかだ。しかし俺は臆せず、一歩、また一歩と会議室の中央へ進んでいく。申し訳ありません。ですが、この件について、もしよろしければ、私が商談を引き継がせていただけないでしょうか。最初は誰もがポカンとしていた。たかが夜景が何を言い出すのかと、侮蔑や戸惑いが入り混じった視線が容赦なく突き刺さってくる。はあ、ただの警備員が勝手なこと言ってんじゃないよ。しかし俺は言葉を続ける。まるで場の空気をねじ伏せるかのように、はっきりとした声で、私には、これを仕組んだ犯人がわかります。なぜなら、その瞬間、誰もが予想だにしない真実が明かされることになる。そして物語は、思いもよらない方向へと動き出していくのだった。俺の名前は、安徳明人。桜エンターテイメント株式会社で警備員として働いている。桜エンターテイメントは映画、アニメ、出版とエンターテインメントのあらゆる分野で確かな実績を持つ老舗企業だ。1960年代の出版社としての創業以来、着実に事業を拡大。90年代には映画制作に参入し、2000年代からはアニメーション事業も展開している。特に映像部門の躍進は目覚ましい。実写映画では興行収入100億円を超える作品を立て続けに生み出し、アニメーション作品でも国内外で高い評価を受けている。この5年で映像部門の売上高は3倍に伸び、今や社の収益の柱となっていた。出版事業でもベストセラー作家を数多く抱え、文芸作品から実用書まで幅広いジャンルで市場シェアを確保。さらに近年は電子書籍や動画配信などデジタルコンテンツ事業にも積極的に進出していた。そんな桜エンターテインメントの本社ビルにある警備室で、俺は同僚から引き継ぎを受けていた。じゃあ、夜勤お願いします、安徳さん。はい、お疲れ様です。時計は午後5時を指している。これから深夜1時まで、この26階建ての巨大なビルの安全を俺が守ることになる。警備室の壁一面に並んだモニターには、ビルの様々な場所が映し出されている。エントランス、各フロアの廊下、非常階段、駐車場。1時間ごとの巡回で、これらの場所を実際に見て回るのが俺の仕事だ。警備員として働き始めて3ヶ月。同僚からは、中年からの転職は大変でしょう、なんて声をかけられることもある。確かに、今までとは全く違う世界だ。巡回の時間になったので、防犯カメラの見えない角度となる場所を重点的にチェックしながら、フロアを一つずつ見て回れ。映画部門のある20階、アニメ制作の19階、出版部門の18階、深夜まで残業する社員の姿がちらほら見える。企画書を熱心に読み込む姿、モニターに映る映像に
真剣な眼差しを向ける姿。昼間は華やかなオフィスも、夜になると少し物悲しい雰囲気に包まれる。蛍光灯に照らされた廊下を歩きながら、俺は時々ノートにメモする。夜勤の合間の趣味といったところだ。警備室に戻ると、巡回報告書を記入する。モニターの中では、まだ誰かが残業を続けている。ここでは毎晩、誰かが夢を追いかけている。そんなことを考えながら、俺は次の巡回の時間を待った。次の巡回に出た時には、夜の11時を回っていた。ビルも、もうほとんどの明かりが消えている。ここも異常なしと。巡回を始めて20回に差し掛かった時、俺は一つの明かりに気がついた。映像コンテンツ開発部門の奥まった一角だ。防犯カメラの映像では見えにくい位置にあったため、実際に巡回してみて初めて気づいた。部屋の中をそっと覗くと、一人の女性社員がデスクに向かっていた。確か、佐々木遥さんという映像コンテンツ開発部の課長だ。以前同僚から、優秀だけど、部下の面倒見が良すぎて、自分の仕事が溜まってしまってるみたいなんですよ。と聞いたことがある。デスクの上には資料の山。パソコンの青い光に照らされた横顔には、疲れの色が濃く出ていた。それでも彼女は、一枚一枚丁寧に資料を確認している。ふと、彼女の手が止まり、大きなため息をつく。肩を回しながら、首を左右に振る仕草に、疲労の色が見えた。声をかけようかどうか迷ったが、結局、そのまま通り過ぎることにした。しかし足が重い。このまま帰らせるのは危険だ。いくら警備が厳重とはいえ、こんな時間まで一人で。時刻はもう11時20分。巡回を終えて警備室に戻っても、モニターの中の彼女の姿が気になって仕方がなかった。彼女の様子をモニター越しに観察していると、彼女が身支度を整え始めた。俺は外の巡回に出た。万が一のために少し様子を見ておこうと思ったのだ。はるかさんがビルを出てきたのは11時50分。コートの襟を立て、両手でバッグを抱えるような仕草で歩き出す。師走の冷たい風が肩あたりで切り揃えられた彼女の綺麗な黒髪を揺らしていた。俺は少し距離を置いてビルの外周を巡回するふりをしながら様子を伺う。ここから駅までは徒歩10分ほど。街灯は明るいが人通りは少ない。その時だった。あれ、お姉さん、こんな夜遅くに一人。危ないよ、こんな誰もいない道。黒っぽい服を着た男が薄暗がりから姿を現した。不意に声をかけられたはるかさんは足を止める。よかったら俺が送ってあげようか。駅まで遠いでしょ。男は不気味な笑みを浮かべながら一歩、また一歩とはるかさんに近づいていく。蛍光灯の明かりがその顔に不吉な影を落としていた。いえ、結構です。急いでいますので。はるかさんの声が震える。本能的な危険を感じ取ったのか、小さく後ずさる。さあ、冷たくしないでよ。せっかく運命の出会いなのに。ねえ、連絡先くらい教えてよ。こんな美人さん、一人にしておくのはもったいないよ。男の声色が変わる。その目は、はるかさんの姿を貪るように見つめていた。やだ、お願いです。帰らせてください。はるかさんが後ずさると、男はにやりと笑った。その目つきは、もはや獲物を見る目だった。はるかさんは背後の壁に追い詰められ、逃げ場を失う。そこまでだ！俺は即座に駆け出していた。俺の声に男が素早く振り向く。はるかさんと男の間に割って入ると、男は一瞬たじろいだ。警備員の制服を見て舌打ちする。邪魔が入ったか。男はきびすを返すと、来た道を走って逃げていった。街灯の光に男の後ろ姿が飲み込まれていく。大丈夫ですか？振り返ると、はるかさんは少し震えていた。恐怖が遅れてやってきたのか、顔が青ざめている。はい。ありがとうございます。その時、後ろから慌ただしい足音が聞こえた。課長、大丈夫ですか？振り向くと、映像コンテンツ開発部の新入社員、田口昇さんが息を切らしてかけてきた。僕も残業していて、今帰ろうとしたところで、そしたら課長が変な人に絡まれているのを見つけたものですから。昇さんは、俺からはるかさんを遠ざけるように、彼女の横に立った。それから、俺に向かって軽く手を振った。警備のおじさん、どうもありがとうございました。
でも、こんな時間に外に出てきちゃダメですよ。警備室でじっとしていた方が安全ですから。その言葉に、俺は眉を潜めた。確かに、年齢は彼より上かもしれないが、今は警備の任務中だ。いや、外周の警備も私の仕事なので。そうなんですか？でも、こういう時は若い人間に任せてくださいよ。課長だってこんなおじさんより若い俺の方がいいですよね。のぼるさんは意地の悪い笑みを浮かべながら、はるかさんの肩に手を添えた。課長、行きましょう。駅まで送ります。この辺りは最近物騒ですからね。あ、うん。ありがとう。はるかさんは困惑したような表情を見せたが、結局、のぼるさんと一緒に歩き出した。二人の後ろ姿が暗がりの中に消えていく。寒風が吹き抜ける通りに、俺だけが取り残された。俺は釈然としない思いを抱えながらも、警備室へと戻っていった。次の日の夕方、俺は警備室で夜勤の準備をしていた。受付のベルが鳴り、顔を上げると、はるかさんが立っていた。昨夜とは違い、キリッとした表情だ。昨晩の怯えた様子はみじんも感じられない。昨日は本当にありがとうございました。彼女は深々と頭を下げた。いえ、私の仕事ですから。それでも、あの時助けてもらって本当に助かりました。私、一瞬頭が真っ白になってしまって。はるかさんは昨夜のことを思い出したのか、少し表情を曇らせた。が、すぐに気を取り直したように微笑む。安徳さんでしたよね。これお礼です。そう言って差し出されたのは、コンビニのコーヒーだった。缶コーヒーなんていつ以来だろう。夜勤これからですよね。お仕事の邪魔をしてはいけないのですが、差し入れくらいは。ありがとうございます。では、お仕事頑張ってください。はるかさんが立ち去った後も、缶コーヒーはまだ温かかった。警備室に戻り、モニターに映る彼女の背中を見送りながら、俺はゆっくりと缶を開けた。気がつけば、はるかさんと言葉を交わすのが日課になっていた。巡回のタイミングが重なると、彼女はいつも優しく微笑んで声をかけてくれる。最初は形式的な挨拶だけだったのが、いつの間にか立ち話をするようになっていた。秋人さん、今日も巡回ですか？この日も20階の廊下ではるかさんと出会った。腕には企画書の束を抱えている。ええ、はるかさんもまだ仕事中ですか？はい、実は今、すごく大きな案件を任されていまして、安井昆先生の新作なんです。まだ執筆中の作品なのですが、映画化権やアニメ化権を先行で取得する商談を進めているんです。安井昆、有名な作家さんですか？思わず声が上ずってしまう。はるかさんは熱を帯びた声で続けた。はい、今や日本を代表する作家ですからね。どの出版社も、どの制作会社も、先生の新作には触手を伸ばしているんです。だから私たちも、この商談には絶対に失敗するわけにはいきません。30億円の案件なんです。会社の未来がかかっているって言っても過言じゃありません。はるかさんが抱える資料には、永遠の桜という文字が踊っている。それらに目を落とすはるかさんの表情が一瞬陰る。プレッシャーはもちろんありますけど、のぼるくんが頑張ってくれてます。優秀な後輩で本当に助かってるんです。そうですか。そう答えたものの、頭の片隅では、のぼるくんって、確かこの間俺のことをおじさん呼ばわりした社員だよな。という思いが拭えない。その時だった。遠くの廊下から、急ぎ足でかけてくる音がして、ちらりと振り向くと、大量の資料を抱えたまま、新入社員ののぼるが息を切らしてやってきた。課長、お疲れ様です。先ほどまでの静かな空気を一変させるような大きな声。そして、膝の上でバサリと揺れる分厚いファイル。どうやら、はるかさんに何か急ぎで見せたいものがあるらしい。先ほどお話にあった安井昆先生の案件、すぐに追加情報をまとめました。課長が少しでも早く確認できるようにと思って。そういうや否や、のぼるは次々と資料を広げて説明を始める。やけに力が入った口調と、妙に浮ついた笑み。これが先生の過去作の映画化権契約の事例です。こちらは海外での配給権まで含めた契約書のサンプルで、はるかさんは驚きながらも、その熱意に目を丸くしていた。
こんなに調べてくれたの？ありがとう、のぼるくん。いえいえ、課長のお役に立てるなら、僕はいくらでも頑張りますよ。先ほどの企画書の追加要件も資料にしてまとめてあります。ぜひ今からでも目を通してください。大げさなまでの熱意に、はるかさんも苦笑しながら感謝の言葉を返す。真面目な性格の彼女だからこそ、こうして一生懸命に準備してくれる部下を素直に褒めるのだろう。そしてはるかさんは腕時計に目を落とし、少し申し訳なさそうに口を開いた。ここまで用意してくれて本当に助かるわ。でも、のぼるくん、もう遅い時間だし、今日はここまでにしましょう。残りは私が引き継いでおくから、あなたは先に帰って休んでちょうだい。でも課長こそお疲れじゃないですか。僕はまだまだ大丈夫ですよ。のぼるは懸命に食い下がるが、はるかさんはやんわりと首を横に振る。ありがとう。でも今夜はもう遅いし、体調を崩しちゃ意味がないから。ね。のぼるは悔しそうにしながらも、しぶしぶと資料を抱え直した。わかりました。では、お言葉に甘えます。課長がそうおっしゃるなら。そう言いつつ、のぼるはなぜか、俺の方をちらりと見て、うっすらと、勝ち誇ったような笑みを浮かべる。そして、お先に失礼します。とだけ言い置き、足早に去っていった。一方、はるかさんは軽く息をついてから、俺に向き直った。秋人さんも、夜勤とはいえ、あまり無理をしないでくださいね。私ももう少し残って、一通り確認したら帰ります。いつも見回りしてくださって、ありがとうございます。穏やかな微笑みとともにそう言われると、こちらとしては何も言い返せない。彼女の美しい横顔に感謝の言葉をかけたいが、あまり余計な口を挟むのも悪い。結局、俺はただ軽く頭を下げるだけで、その場を離れるしかなかった。それから数日後、深夜0時を回ろうとしていた。巡回を終えて警備室に戻ると、モニターに映る20階の明かりが気になった。はるかさんの姿が見える。机に山積みの書類と向き合い、時折ため息をつきながら作業を続けている。また今日も。最近、彼女の残業がさらに増えている。部下の書類をチェックし、修正し、時には作り直しているようだ。俺は警備室を出て、20階へと向かった。またこんな時間までお仕事されてるんですか？声をかけると、はるかさんは疲れた顔を上げた。デスクの上には、部下が作成したはずの企画書が積み重なっている。ああ、秋人さん。もう0時ですよ。今日はこの辺りで。でも、これ全部明日の朝までにやらないと。そう言って、彼女は企画書の山を見やる。薄暗い照明に照らされた横顔が妙に痛々しい。もうこんな時間ですよ。さすがに夜道を一人で帰るのは危ないですし、俺が駅まで送りますよ。俺がそう切り出すと、はるかさんはちらりと時計を見合ったものの、すぐに机の上に渦高く積まれた企画書を見て、迷うように唇を噛んだ。お気遣いありがとうございます。でも、私が部下のフォローをしなきゃ。見るからにハードそうな仕事量だが、彼女はその山を前にしっかり踏ん張ろうとしている。俺は軽く息を吐きながら、企画書をそっと指さした。いやいや、その山、エベレスト級になってますよ。深夜アタックなんてしたら、確実に高山病、っていうか、寝不足病になりますって。エベレストって、それはさすがに言い過ぎじゃないですか？はるかさんは少しだけ笑った後、また企画書に視線を戻した。笑顔の裏に、隠しきれない疲労感が滲んでいるのがわかる。本当に無理して倒れたら、部下のみんなも困るんじゃないですか？部下思いの課長さんがいなくなったら、まさにそうなんですよ。助けてくれるはずの人がいきなりいなくなるんですから。でも、私が踏ん張らないと。彼女は視線を少し落として、小さく首を振る。どうやら、過去のトラウマを抱えているらしい。俺は後ろ手に椅子を引いて、軽く促すように微笑んだ。少し休憩しましょう。今のままだと、その企画書をどこまでめくったかすら覚えてなくなると思いますよ。ほら、せめて10分だけでも、頭を冷やすつもりで。10分ですか。わかりました。そこまで言われたらちょっとだけ。はるかさんは観念したように、椅子からゆっくり立ち上がり、会議室の窓際へと歩いていく。外には夜景が広がり、ビル群の明かりが彼女の横顔をほんのり照らしている。しばらくの沈黙の後、
窓ガラスに映る自分の姿を見つめながら、ぽつりと、つぶやくように口を開いた。私、昔は企画部の主任だったんです。若い子たちを一人前に育てたいって思いが強くて、仕事をどんどん振っていました。きつい案件も難しい案件も、経験は宝になるって信じていたから。少し言葉を切って、彼女は苦笑交じりに続ける。最初は結果も出て、クライアントからも褒められました。でも、部下は次々に辞めていて、先輩の期待が重くて不安で眠れないって優しくしてるつもりが真逆だったんですよ。そう言った後、はるかさんは窓ガラスに手をつきうつむいた。最後の子が辞めるとき、こう言われたんです。先輩は優しい人なのになぜそんなに追い詰めるんですか？先輩の言葉一つ一つが重たくて重たくてって。はるかさんの声が少し震えた。窓ガラスに映る彼女の瞳が潤んでいる。だから今度は絶対に部下を潰したくないと思って自分のやり方を一生懸命見直しました。優しく接して少しずつ成長を促すようにしています。最初から完璧を求めるんじゃなくて、私が全部チェックして直せば部下に負担はかからないから。俺は彼女の隣に立って外の夜景を横目に見ながら言った。でもあんまり自分が頑張りすぎると、また別の意味で部下が課長は無理してるんじゃって気を病む可能性が高い。結局どっちにしろ心配されちゃいますよ。確かにそれは困るかも。はるかさんは小さく息をついて俺の方を振り向いた。思い切って俺は肩をすくめて提案する。息抜きも仕事のうちですよ。心に余裕がないまま頑張っても絶対どこかで無理が出る。むしろ部下たちがそれを見て不安になるかもしれない。だからはるかさん自身が笑顔でいられる状態をキープするのが優先じゃないですか。秋人さんが言うとなんか説得力ありますね。彼女は苦笑しながらさっきまで固くこわばっていた肩を少しだけ緩める。いいタイミングなので今度息抜きがてら近くの定食屋に行ってみません？あそこ夜中までやってるんですよ。でも警備のお仕事大丈夫ですか？夜勤の巡回もありますけど30分くらいならなんとか。警備室には同僚もいますし、一応は俺もシフトを調整できます。そうでもしないとはるかさん本当に朝まで頑張りそうで怖いですから。そこまで心配してもらえるなんて、じゃあお言葉に甘えてみようかな。はるかさんの表情が少しだけ柔らかくなる。その瞬間、彼女の抱える重圧が少しだけ解けたような気配がした。じゃあ決まりですね。とりあえず今日は戻ってあと少し作業したら早めに帰りましょう。まずは体を休めないと。そうします。ありがとうございます、秋人さん。控えめな笑みを浮かべる彼女の横顔を見ながら、俺もほっと胸をなで下ろす。せめてこれで過去の自分を追い詰めた後悔から少しずつ解放されていってくれればいいのだが、窓の外に広がる夜景がわずかに彩りを増したように見えた。彼女の心の扉がほんの少しだけでも開いてくれたのだと感じられたからかもしれない。それからというもの、俺は仕事終わりのはるかさんをちょくちょく誘うようになった。夜中まで営業している定食屋で味噌汁をすすったり、人通りの少ない街をぶらりと歩いたり、たった30分程度の息抜きだけど、それでも彼女の表情はどこか和らいだように見える。ある晩、いつものように食後の散歩をしていると、ふとはるかさんが足を止めた。コートの襟を軽く合わせながら小さく息を吐く。実はね、部下の一人が新しい企画を持ってきたんです。まだ経験が浅い子だから完成度はあまり高くないんだけど、それでもその子なりの工夫があって。珍しく歯切れの悪い口調に俺は首をかしげる。何が引っかかってるんです？前の私ならまだ早いって言ってボツにしてました。今の私なら課長が仕上げちゃうから心配いらないわって一瞬で直してしまうでしょうし、でもそうするとその子の成長を止めてしまうような気がするんです。街灯の下で立ち止まり、はるかさんは少し眉を潜める。だが俺から見るとそれだけでも大きな変化だ。以前の彼女なら私が全部やるわと意地を張っていただろうから。正直言うとその子には自信を持ってほしいんです。
自分の企画を誰かに丸ごと直されるんじゃなくて、自分で試行錯誤して伸びていってほしい。けど、失敗した時の責任を考えると、つい口出ししすぎちゃう。そりゃそうですよね。いくら頑張ってフォローしても失敗しちゃったら、課長は何してたんだってなる可能性だってあるし、でも失敗を恐れて何もさせないのは、サッカーで言うとキーパーが気になって全員がゴール前に固まっちゃうみたいなもんじゃないですか。そりゃゴールは守れるかもしれないけど、点を取るチャンスも潰してる。なるほど。試合に勝つには攻めなきゃいけないってことですか。そう。で、実際にいいシュートがあれば褒める。修正が必要なら、一緒に作戦会議すりゃいいじゃないですか。一緒に作戦会議。はるかさんは小声で繰り返し、ふっと表情をほころばせた。そうか。部下の企画にもいいところはちゃんとあるわけだから、それを伝えてあげて、足りない部分は一緒に考える。そうしたら、次はもっといいアイデアが出るかもしれませんよね。そうそう。完璧に直されるより、自分で考えて成功に近づいた方が、部下もやる気出るってもんですよ。風がヒューと、俺たちの間を通り抜ける。深夜の冷えた空気の中で、はるかさんは、ほんのりと頬を染めたように見えた。ありがとう、秋人さん。なんだか、悩んでたのがバカみたいに思えてきました。いえいえ、こっちも嬉しいですよ。俺にうまい味噌汁をおごってくれる回数も増えそうですしね。それは、どうしようかしら。あまり甘やかすと、警備員さんが脂肪を蓄えすぎるんじゃない？そしたら、巡回の歩数稼いでダイエットしますよ。深夜のお供は課長の笑顔で十分だし。もう、変なことばっかり言って。でも嬉しいです。ありがとう。そう言いつつも、はるかさんは少し照れたように視線をそらす。秋人さんがここで働いていなかったら、きっと、私はまだ一人で、悶々としてたと思います。こうやって話を聞いてもらえて、正直ほっとしてるんです。何気ない一言のはずなのに、その言葉には妙に胸が騒ぐ。俺はあえて軽い調子を装いながら、冗談めかして肩をすくめてみせた。いやいや、ただの警備員ですよ。そんな大げさな感謝をされるようなことはしてませんって。私にとってはすごく大きいんですよ。あなたに会えて本当によかった。視線が交差して、わずかな沈黙が夜風に溶けていく。先ほどまでの何気ない会話とは違う空気が流れ、俺は一瞬言葉を失った。そんな俺の様子を見て、はるかさんは慌てて取り繕うように笑う。別に変な意味じゃなくて、私が元気になれたっていうか、そういう。ええ、わかってます。思い切り照れている彼女を見たら、こっちまで頬が熱くなってきた。これからも、ちょっと疲れたなって思ったら呼んでくださいよ。定食屋の味噌汁と散歩コースで、元気チャージに付き合いますんで。覚えておきます。ありがとうございます、秋人さん。夜風が二人の間をすり抜ける。彼女の瞳には柔らかな光が宿っていた。遠くに見える街明かりよりもずっと暖かく感じられるその輝きは、俺の心をほのかに揺さぶり続けていた。数日後、会議室ではるかさんが部下と一緒に企画のプレゼンテーションの練習をしている様子が見えた。課長、ここの説明わかりにくいでしょうか？そうね。じゃあ、一緒に考えてみましょうか。部下が不安そうに差し出した企画書。はるかさんは真剣な表情で読み込んでいる。すぐに、ここはこうしなさい、と指示するのではなく、部下と一緒に考えながら作り上げていく姿勢が見て取れた。そして1週間後、夜の巡回中、はるかさんが嬉しそうな表情で駆け寄ってきた。秋人さん、聞いてください。今日、部下が作った企画書がね、上層部から高評価をもらえたんです。瞳を輝かせるはるかさんに、心からの喜びが溢れている。やった、よかったですね。私やっと分かってきたんです。部下を信じること、見守ること、その距離感が。はるかさんの言葉に確かな手応えが感じられた。一人で頑張りすぎていた彼女が、今は部下との良い距離感をつかみつつある。最近は家に持ち帰る仕事も減りました。秋人さんのおかげです。あなたからのアドバイスで、私自身も成長できたように思います。それは何よりです。実際はるかさんは夜も少しずつ早く帰れるようになってきていた。その分、表情にも心にも
確実に余裕が生まれているのが分かった。そんなある日、いつものように巡回を終えて警備室に戻ると、廊下の向こうにはるかさんの姿が見えた。普段ならこちらから声をかけるところだが、今日はなぜか彼女の方から手を振って近づいてくる。少しはにかんだ笑顔が印象的だった。お疲れ様、秋人さん。ちょうどよかった。今、巡回終わりましたか？ええ、そろそろ休憩に入ろうかと思ってたところです。いつもより柔らかい調子で話しかけてくる彼女の様子に、俺は少し胸を弾ませた。するとはるかさんは、と遠慮がちに視線を下ろす。実は、最近うまくいってるのは、秋人さんのおかげだなって思ってて、直接お礼をしたいというか、この後、もし夜勤前に少し時間があるなら、食事でもどうですか？俺に、お礼ですか？内心驚きつつ、悪い気はしない。むしろ、嬉しさがこみ上げてくる。どんな店に行くのか想像するだけで、巡回の疲れも吹き飛んだような気がした。最近いろいろ助けてもらってばかりだから、せめて、私からご馳走させてほしいんです。忙しいでしょうけど、もしよければ。課長、こんなところにいたんですか？はるかさんの言葉を遮るように現れたのは、いつもながらの急ぎ足で資料を抱えたのぼるだった。彼女の横に来ると、俺をちらりと睨みつけるように見てから、そそくさと声を低くする。先ほどの商談について、至急お話ししたいんですが、ちょっと時間いただけますか？今まさに取引先から追加の連絡があったんで。ああ、のぼるくん、わかったわ。はるかさんがそっと俺に視線をよこしたが、のぼるはそんな彼女の気持ちなどお構いなしに言葉を続ける。それに課長、最近警備員さんとばかり一緒にいて、部下たちが心配してるの知ってます？僕らは課長が最優先でサポートしてくれると思ってるのに、警備員さんに時間を取られてたら仕事に支障が出るかもしれないですよ。そんなつもりはないけど。はるかさんは気まずそうに目を伏せる。何しろ、今度の案件は会社の一大プロジェクトですからね。課長、エレベーター前で詳しくご説明しますんで、急ぎましょう。ごめんなさい、秋人さん。お礼の件はまた改めて。そう言ったものの、はるかさんの声には明らかに申し訳なさが滲んでいた。視線はこっちを気にしながらも、のぼるにせかされるまま、そそくさと歩き始める。こちらも引き止めるわけにはいかず、遠ざかっていく背中を、ただ見つめるしかなかった。あの日を境に、俺とはるかさんの間には、微妙な距離が生まれた。廊下で鉢合わせしても、以前のように冗談を言い合うでもなく、ぎこちなく挨拶を交わす程度。仕事の合間のちょっとした会話すら、彼女はどこか戸惑いを隠せない様子だった。それから、気まずい空気が続いたまま、日々が過ぎていく。巡回をしながら、彼女のデスクを見つけても、言葉をかけにくくなってしまったのはお互い様だった。そして、そんな状態が続いていたある日のこと。いつものように巡回をしていると、20階の会議室から物音が聞こえた。またはるかさんが残業しているのか、と思い、そっと様子を伺う。しかし、そこにいたのはのぼるさんだった。薄暗い会議室で、のぼるさんは一人で何かの書類を広げている。パラパラとページをめくる音と、時折漏れる、クソッという独り言が小さく響いていた。のぼるさん、こんな時間まで何を？声をかけると、のぼるさんは大きく肩を震わせた。何ですか？慌てて書類を手で隠そうとする様子に、どこか不自然さを感じる。夜遅くまでの残業は構いませんが、書類は大切に扱ってください。俺の言葉に、のぼるさんは一瞬目を見開いた。が、すぐに小馬鹿にしたような表情に変わる。はぁ？何言ってんの？警備員の分際ででかい顔するなよ。あんたに指図される筋合いなんて、これっぽっちもないんだけど。のぼるさんは一気にまくし立てると、乱暴に書類をカバンへ突っ込んだ。先ほどまで机の上に広げていた分厚いファイルは、まるでゴミ袋にでも放り込むかのような勢いで押し込まれていく。だいたいあんた何？いい年こいて、中年で警備員やってるくせに、自分の立場分かってんの？こちらは見下ろすように、背筋を伸ばし、わざとらしいため息までつくのぼる。その目には明らかに侮蔑がこもっていた。部署の重要案件なんだよ、これ。素人のあんたに口出しされて迷惑なんだよ。いい加減自覚しろって。
偉そうにアドバイスなんかしちゃってさ。何様なんだよ。あんたはただ、突っ立ってればいいんだよ。ただの警備員なんだから。俺たちの仕事に首を突っ込まないでくれない？のぼるは肩で息をしながら一気にまくし立てる。会議室の薄暗い照明が彼の険しい表情を一層際立たせている。それとも何か？課長と仲良くなれたつもり？はっ、課長があんたみたいなおっさんを好きになるわけないだろ？勘違いも大概にしろよ。のぼるはそう言い捨てると、大げさにため息をついて扉へ向かう。ドアを開ける寸前、ほんの少しだけ振り返り、もう一度鼻で笑うように吐き捨てた。せいぜい見回り、頑張ってくださいね。あんたの職務はドアに立ってるだけだろ。余計なことはしなくていいから。そして、廊下へ消えていった後、残されたのはがらんとした会議室と静寂ばかり。思わず拳を握りしめた俺は、胸に湧き上がる怒りと屈辱感を一生懸命に飲み込む。時計の秒針がコツコツと深夜を刻む音がひどく耳に痛かった。それから1週間が過ぎたある日のこと。日勤の同僚が体調を崩したため、俺は急遽シフトを交代して昼間に警備の仕事をすることになった。午前10時、巡回中、20階の大会議室から騒がしい声が聞こえてきた。普段なら静かなこの階がただならぬ雰囲気に包まれている。佐々木、こんな重大なミスをどう責任取るつもりだ？映像コンテンツ部門の統括部長の声だった。思わず足を止めると会議室の中の様子が伝わってきた。契約書の著作権譲渡範囲が全く違う内容になっているぞ。今先方が応接室で激怒している。大変申し訳ございません。それははるかさんの声だった。今まで聞いたことのないぐらい震えている。話を聞いているうちに状況が見えてきた。安井紺の新作、永遠の桜の映像化の権利をめぐる商談で重大なミスが発覚したらしい。商談先の会社、感動エンタメライツ社は、作家や漫画家、クリエイターの権利を預かり、作家との契約、権利交渉、企画の品質管理までを一貫して行っている大手エージェント会社だ。多くの人気作家を抱え、業界でも確固たる地位を築いている。特に映像化権の管理では、作家の意向を最優先に考えることで信頼を得ていた。しかし、そんな彼らと交わした契約書の最重要部分に、ありえないミスが見つかったのだ。映画の制作費を制作会社が全額負担とする条項が作家側と半額負担となっていた。さらに、映画の興行収入から作家に支払われる印税も当初の 20% から 5% になっていた。作家に一方的に不利な契約内容に変更されている形になっていたのだ。こんな契約書を作家側に見せるなんて常識を疑うレベルだぞ。作家に制作費を負担させるなんて前代未聞だ。今、社長も呼び出されて応接室で謝罪している最中なんだぞ。部長の怒りはもっともだった。映像化権という重要な案件で、このようなミスは致命的だ。30億円規模の大型案件がこれで潰れてしまうかもしれない。佐々木くん、資料の作成は誰に任せたんだ？部長が質問するような声色で尋ねた。はるかさんは一瞬、のぼるさんの方を見る。ええ、田口くんにお願いしていたのですが。視線を向けられたのぼるさんは、震える声で口を開いた。顔をうつむかせ、おどおどとした様子で言葉を紡ぐ。僕は言われた通りに準備しました。課長から、制作費は作家側で半額負担にしてって、課長がそう書けと言うから。私そんなこと言ってないわ。はるかさんの顔から血の気が引いていく。そんな重要な契約内容を彼女が軽々しく変更するはずがない。確かにおっしゃいましたよね。超売れっ子作家なんだから、それくらい出したって痛くも痒くもないはずだわって。印税も 5% で十分よ。どうせ映画化されれば作家は印税以外でも稼げるんだからって。それに契約書の最終確認は私に任せてとも。のぼるさんの声が会議室に不気味に響く。違います。そんな、私はそんなこと。はるかさんは言葉を失い、ただ呆然と立ち尽くしている。いつもの凛とした佇まいは消え失せ、肩が小刻みに震えていた。どうなんだね、佐々木くん。はっきりさせてもらおう。部長の声が冷たく突き刺さる。もし君の指示であれば、
これは重大な背任行為となる。田口くんの独断であれば、君のマネジメント能力が問われることになる。いずれにせよ、30億円規模の案件で、こんな初歩的なミスは許されることではないが。会議室の空気が凍りつく。一瞬の沈黙の後、はるかさんの震える声が響いた。申し訳ありません。すべて私の責任です。部下への指示と最終確認が不十分でした。私のマネジメントの失態です。すべては私が。深々と頭を下げるはるかさん。その背中には全ての重圧が押しかかっているように見える。のぼるさんは黙ったままうつむいて、その表情は見えない。廊下には次々と社員たちが集まってくる。これはもう退職は避けられないんじゃないか？ 30 億の案件が潰れるなんて、会社の損失も計り知れない。しかもあの安井先生の作品だよ。これじゃ会社の信用問題に発展するのは間違いない。不安な声が次々と飛び交う。応接室の前は人だかりとなり、上層部の社員が慌ただしく行き交う。秩序正しかった職場が、まるで蜂の巣をつついたように騒然となっていく。この異常事態の中、はるかさんはただ一人、すべての責任を背負おうとしている。その事実に、拳を握りしめる手に力が入る。目の前で倒れそうになっているはるかさんを、このまま見過ごすわけにはいかない。深く息を吐き出すと、俺は廊下に集まる人々をかき分けて、一歩を踏み出した。決意は固まっていた。失礼します。なんだ警備員さん。今は取り込み中なんだが。部長が苛立たしげに俺を見る。はるかさんも困惑したような表情を浮かべている。申し訳ありません。ですが、この商談、私が対応させていただけないでしょうか。はあ？というのも、永遠の桜は私の作品なので、会議室が静まり返った。のぼるさんが嘲笑うように口を開く。何言ってんだこのおっさんは。あの安井コン先生の作品があなたのだなんて、ふざけないでください。ただの警備員のくせに調子に乗りすぎなんですよ。それより、今は大事な話し合いの最中なんです。さっさと出て行ってください。その声には明らかな侮蔑が含まれていた。みんなの視線が俺に集まる。不審者を見るような、哀れむような、いぶかしむような、様々な眼差しが突き刺さってくる。その時、会議室の扉が開いた。いや、彼の言う通りだ。振り返ると、そこには社長が立っていた。彼はただの警備員じゃないんだ。本物の安いコンだ。実は私は彼に以前から世話になっていてな。警備員として働いているのは新作の取材のためなんだ。新作、永遠の桜の主役が警備員だということは、今回の商談に携わっている君たちなら知っているはずだ。社長の声にどよめきがオフィスを包む。のぼるさんの顔から血の気が引いていく。約束の桜、春の記憶。これらのベストセラーを生み出した作家が、ここ数ヶ月警備員として働いていた。それは新作、永遠の桜の取材のため。これは私だけが知る秘密だったんだ。社長は俺に向かってうなずく。もう隠す必要はない、という静かな合図だった。俺は一歩前に進み出た。大変申し訳ありません。このような形で正体を明かすことになってしまって、改めて作家の安井コンです。はるかさんが息を飲む。彼女の目には信じられないという感情が浮かんでいた。警備員さんが安井先生だったの？あの超有名作家の。どよめきは次第に大きくなっていく。のぼるさんはその場に立ちすくんでいた。それもそのはずだろう。目の前で起きている出来事は、彼らにとってはまるでフィクションのように非現実的すぎているだろうから。では、応接室で待機している感動エンタメライツ社の皆さんに作者である私から直接説明させていただきたいと思います。ですがその前に、一つ聞いていただきたいものがあります。俺はスマートフォンを取り出した。俺は作品のアイデアを考えるとき、いつもスマートフォンで独り言を録音しながら歩くんです。ですが昨夜、録音を消し忘れたまま会議室の前を通りかかったときに、偶然こんな会話が入っていまして、再生ボタンを押す。最初に、俺の小さな独り言と足音が流れる。その遠くから、のぼるさんの声が聞こえ始めた。完璧だ！もうこれであいつは終わりだ。契約書の内容をひどい方向に書き換えたからな。ここまで来れば、もう後戻りはできない。あいつを完全に陥れてやる。録音を止める。
会議室は水を打ったように静まり返っていた。俺も最初はただの独り言だと思って、そのまま通り過ぎてしまったんです。でも今の話を聞いて、もしかしたらこの契約書は、今回問題になっている契約書のことで、あいつとは、はるかさんのことだったんじゃないかと、のぼるさんの顔が真っ青に変わっていく。これは違います。捏造です。改ざんだなんて卑劣なことを、僕がするわけないじゃないですか。一生懸命に声を振り絞るのぼるさんだが、その声は震えていた。顔面は蒼白で、額には大粒の汗が浮かんでいる。田口くん、これが本当なら単なる失態では済まない。重大な背信行為だ。社長の声は静かだが重かった。会議室の空気が一層重くなる。違います。私はただ。のぼるさんの言葉が途切れ途切れになる。視線の定まらない目が部屋の中をさまよう。しかも会社の重要案件だ。相手は作家の安井先生ご本人。こんな背信行為は懲戒免職どころか法的責任も問われかねないぞ。部長が氷のような声で続ける。その言葉に、のぼるさんの体が小刻みに震え始めた。会議室に集まった社員たちからも非難の声が次々と漏れ始める。まさかそこまで計画的に、佐々木さんをここまで追い込むなんて。こんな卑劣なやり方があるなんて。のぼるさんは息苦しそうに胸元をかきむしる。その視線の先には、ただ冷ややかな目が並んでいるだけだった。逃げ場を探すように部屋を見回すが、そこにいる全員の視線が彼を責め立てているようだ。待ってください。僕には理由があったんです。追い詰められた獣のような形相で叫ぶ。そして、ついに震える指ではるかさんを指さしながら、のぼるさんは最後の抵抗を始めた。そうだ。全部あなたのせいなんだ。全部佐々木課長のせいなんだ。のぼるさんの叫びが会議室の空気を引き裂く。追い詰められた獣のような形相をするのぼるさんの目には、もはや理性の光は残っていなかった。いい人ぶって、優しいふりして。でも本当は違うんでしょ？部下に優しく接してるふりをして、でも実は追い詰めて潰す。そんな悪魔のような女なんだ。こいつのせいで、僕の兄は。声が途切れる。しかし次の瞬間、憎しみが咳を切ったように溢れ出したように、のぼるさんは言葉を続けた。佐々木課長、本当に覚えていないんですか？ 3 年前、兄は課長の部下でした。田口隆ですよ。その名前に、はるかさんが小さく震える。兄は誰よりも優秀で、誰よりも真面目で、課長の言葉を一つも聞き逃すまいと必死でした。でも課長は、その純粋さにつけ込んで、どんどん無理な要求を突きつけた。あなたならできる。私はあなたを信じてる。期待してるのよって。そんなもっともらしい言葉で、兄を追い込んでいった。のぼるさんの体が激しく震えている。目には涙が浮かび、声は憎悪に歪んでいた。残業休日出勤。先輩の期待を裏切れないって。兄は自分を追い詰めていきました。毎晩遅くまで残って休日も出てきて。のぼる、僕はもう限界かもしれない。でも先輩が期待してくれてるんだって。電話で泣きながら話してたんです。なのに課長は。はるかさんの顔から血の気が引いていく。彼女の手が小刻みに震え始めた。結局、兄は会社を辞めるしかなくなった。心も体もボロボロになって、新しい仕事を一生懸命探して、転職して、全部あなたのせいです。優しいふりして人を潰していく。そんなあなたが許せない。のぼるさんの叫びが会議室に響き渡る。その声には長年溜め込んできた恨みと憎しみが詰まっていた。はるかさんはただうつむいたまま、その言葉の一つ一つが突き刺さるように、静かに受け止めていた。その肩は小刻みに震え、手は机の端を強く握りしめている。まるで過去の記憶が鮮明に蘇ってきたかのように。会議室に重苦しい沈黙が落ちる。のぼるさんの激しい憎悪の吐露と、それを受け止めるはるかさんの静かな姿。その緊迫した空気に、誰もが言葉を失っていた。窓から差し込む陽光さえも、この重苦しい空気を晴らすことはできない。時間だけが、ゆっくりと流れていく。その時、静かな、しかし、芯の通った声が響いた。違うよ、のぼる。全員が声のした方を振り向く。会議室の入り口に、一人のスーツ姿の男性が立っていた。
兄さん？どうして、なぜここに？のぼるさんの声が裏返る。そこにいたのは、彼の兄、田口隆さんだった。僕は今日、この案件の話し合いに来ていたんだ。権利管理部のマネージャーとして、契約内容の精査や品質管理を担当しているからね。隆さんは、ゆっくりと会議室に足を踏み入れて、のぼるさんを見る。その表情には、悲しみの色が浮かんでいる。のぼる、君は何も分かっていない。僕が会社を辞めたのは、佐々木先輩のせいじゃない。隆さんの言葉に、会議室の空気が凍りつく。のぼるさんは、隆さんの姿を信じられないという表情で見つめていた。だって、兄さんは、あの時、震える声で言葉を紡ごうとするのぼるさんの前で、隆さんはゆっくりと首を振った。それから、懐かしむような表情で、はるかさんを見つめた。佐々木先輩はむしろ、助けてくれたんだ。僕は大学時代、法学部で、知的財産権を専攻していて、就職先は法律事務所を志望していた。特にエンターテインメント分野を扱う事務所に行きたくて。でも全部落ちてしまって。一瞬言葉を切り、隆さんは続けた。内定が取れなくて焦っていた時、桜エンターテインメントの企画職の募集を見つけたんだ。とりあえず食いつなぎながら、いつか法律の仕事に転職しようって。でも企画の仕事は僕には向いていなかった。アイデアは出ないし、企画書も書けない。毎日が苦しくて。でも、ここで辞めたらまた就活からやり直し。そう思うと何も言えなくて。隆さんの表情が苦みを帯びる。そんな時、先輩は僕の様子がおかしいって気づいてくれて、相談に乗ってくれた。僕の学生時代の夢も、本当にやりたかったことも、全部聞いてくれて。そして、感動エンタメライツ社を紹介してくれたんだ。法律の知識を活かせる場所だからって。隆さんの目に感謝の色が浮かぶ。感動エンタメライツ社は、まさに僕の求めていた場所だった。作家さんの権利を守る、契約書をチェックする、法律の知識を活かせる仕事に今は誇りを持てているんだ。先輩はただ励ましてくれるだけじゃなく、新しい道まで示してくれたんだよ。僕はそんな先輩に感謝しているんだ。隆さんの声には確かな誇りと感謝が滲んでいた。しかしのぼるさんは彼の言葉を受け入れられないという表情で立ち尽くしている。嘘だ、兄さんがあの女に感謝してるなんて。隆さんはまっすぐな目で弟を見つめた。本当だよ、のぼる。あの時先輩は確かに厳しかった。だけど今になってみると、あの厳しさの裏に何があったかやっとわかるんだ。先輩が言っていた経験は成長の糧になるって言葉も、最初は聞く余裕なんてなかったけど、それだけ俺の可能性を見込んでくれてたんだって今なら思える。あの時は大変だったけどね。のぼるさんは戸惑いながらも兄の顔をまじまじと見つめる。厳しく叱られたこともある。でもやればできるって何度も信じて言ってくれた。少しでもいい成果が出たら誰よりも喜んでくれた。それに気づいたのは、俺が先輩の元を離れてからしばらく経ってからだけどさ、厳しさの中に優しさがあったんだよ。あの人は俺の逃げ癖や弱さまで受け止めようとしてくれてたんだ。隆さんは苦笑いしながらのぼるさんの肩にそっと手を置いた。だからこそ俺は感謝してるんだ。確かに苦しかったけど、あの時間があったから今の俺がある。今ならそれを心底理解してる。だからお前が思っているほど先輩は冷たい人じゃないんだよ。その静かな言葉には、かつての苦労と今の自信、そしてはるかさんへの深い感謝がこもっていた。そんな、よろめきながら後ずさるのぼるさんの足が震えている。隆さんの言葉が彼の中で長年築き上げてきた真実をもろくも崩していってしまったようだった。復讐のために積み上げてきた全ての理由が音を立てて崩れ落ちていくような感覚を彼は覚えているのだろう。その時、社長が一歩前に出た。会議室の空気が一層張り詰める。田口くん、事の重大さが分かっているのかね。君は故意に契約書を改ざんし、上司を陥れようとした。これは懲戒免職に値する重大な背信行為だ。のぼるさんの顔から血の気が引く。額には油汗が浮かび、唇が震えている。直ちに警備に連絡を。会社の機密に関わる重大な背任行為だ。このまま警察にも通報する可能性もある。しかるべき対応を取らせてもらう。部長が厳しい声で言い放つ。その言葉に、のぼるさんの膝から力が抜けた。崩れ落ちるように床に膝をつく彼の目は、焦点が定まらない。すべては誤解だった。兄への思いも、はるかさんへの憎しみも。すべては、
自分が作り上げた幻だった。その事実に打ちのめされ、彼はただ呆然としているようだった。その横で、たかしさんは深い悲しみをたたえた目で弟を見つめていた。会議室には重い静けさだけが残されていた。その後、俺ははるかさん、社長、たかしさんと共に感動エンタメライツ社の役員が待っている応接室へと向かった。応接室の空気はまだ張り詰めていた。はるかさんと社長は深々と頭を下げ、一部始終を説明した。契約書の改ざん、その背景にあった確執、そして真相が明らかになるまでの経緯を一つ一つ丁寧に話していく。たかしさんも時折補足を加えながら、感動エンタメライツ社の立場からも状況を説明していく。特に契約書の改ざんが社内の人間関係に端を発する異常な事態だったことを強調した。たかしさんが静かにこう切り出した。確かに今回の事態は由々しき問題です。しかし、安井先生ご本人が今ここにいらっしゃる。さらに言えば、先生は事の真相を暴くことにも貢献してくださった。これは、プロジェクトを前に進められる大きな要因になるのではないでしょうか。その言葉に、俺も一歩前に出た。応接室の視線が俺に集まる。私からも一言よろしいでしょうか。この作品は、さくらエンターテインメントに託したいと考えています。今回の件で、むしろ御社の誠実さを確認することができました。作家本人である俺の言葉には大きな重みがあったらしい。応接室の空気が少しずつ和らいでいく。ではもう一度一から話し合いを。感動エンタメライツ社の重役がゆっくりとうなずいた。はるかさんの瞳に安堵の色が浮かぶ。大きな危機は何とか回避された。30億円の契約は再び動き出そうとしていた。1週間後、のぼるさんの社内処分の結果が下された。のぼるさんは降格と減給処分となった。総務部への移動と6ヶ月の減給 10% が言い渡された。執務フロアの片隅で、のぼるさんははるかさんの前で深々と頭を下げていた。申し訳ありませんでした。僕のせいで課長にご迷惑をおかけして、それなのに課長は処分を軽くしてくださいと願い出ていただいたそうで。震える声に後悔と申し訳なさがにじむ。はるかさんは静かに、しかし芯の通った声で答えた。のぼるくん、あなたのお兄さんの時も、私は部下の可能性を信じることの大切さを教えてもらった。今度は私がその大切さを伝える番なの。誰にでも間違いを正すチャンスがある。私はそう信じている。のぼるさんの肩が小刻みに震える。一呼吸置いて、はるかさんは優しく続けた。これからのあなたを私は信じているわ。だから一緒に頑張っていきましょう。今度は誰かを陥れるためじゃなく、誰かを支えるために。その言葉に、のぼるさんの瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。課長、僕は。声を詰まらせるのぼるさんの目からは、とめどなく涙が溢れ出す。その涙には、憎しみに縛られていた心が解放される安堵と、新たな一歩を踏み出す決意が混ざり合っているようだった。実は、あの時の不審者も僕の差し金だったんです。夜道で怖い思いをさせて、そこに僕が現れれば、きっと課長は僕を信用してくれると思って、そうやって課長の信頼を得たところで陥れようと。のぼるさんは顔を上げることもできず、震える声で話し始めた。はるかさんはただ黙って、その告白を聞いている。でも、秋人さんが助けに入って、それから課長のそばにいることが多くなって、二人の雰囲気を見てるうちに、俺の中で焦りが生まれました。あの中年警備員さえいなければ、もっと計画はスムーズに進んだのに、って、そう思えば思うほど苛立ちが募っていって、顔を伏せたまま、のぼるさんは続ける。だから契約書を、こんな大事な案件でミスを出せば、課長は確実にクビになる。そう思い込んで。告白を終えたのぼるさんの肩が小刻みに震えていた。自分の計画の卑劣さを今になって痛感しているかのように。不審者から助けるだなんて、そんなことしなくても、私はあなたのことを信用していたのに。はるかさんの言葉に、のぼるさんは驚いて顔を上げた。企画の時のあなたの真剣な眼差しも、資料をいつも丁寧に整理してくれる几帳面さも、後輩の相談に親身になって乗ってあげる優しさも、全部私はちゃんと見ていたわ。あなたの中にある素直さや仕事への真摯な思いは
私にはちゃんと伝わっていたから。のぼるさんの目にまた涙が溢れる。課長、僕はなんて愚かなことを。はるかさんが柔らかく微笑むと、のぼるさんは急いで涙を拭った。その表情には決意の色が浮かんでいた。今度は必ず課長の力になります。総務部に異動になっても、課長の期待に応えられるよう、いえ、課長が認めてくださったように、誠実に、真摯に、仕事に向き合います。絶対に課長の信頼を取り戻してみせます。のぼるさんの声にはもう迷いはなかった。その言葉には新しい一歩を踏み出す者の確かな決意が響いている。憎しみに曇っていた目は今は清々しい光を宿していた。それから数週間が過ぎた。はるかさんの部署には以前とは違う空気が流れ始めていた。佐々木課長、この企画書を見ていただけますか？あ、私からも相談があって。若手社員たちが自らはるかさんの机に集まってくる。恐れや義務感からではない。純粋にはるかさんの意見を求めたいという気持ちからだ。はるかさんへの報告は相談に変わり、指示は対話に変わっていった。失敗を恐れて黙り込むこともなくなり、むしろ積極的にアイデアを口にするようになった。ここの表現、もう少し工夫できそうね。そうね。一緒に考えてみましょうか。はるかさんの声は穏やかで、表情にも自然な笑みが浮かんでいる。もう、以前のような焦りや緊張は見られない。佐々木課長のおかげで仕事が楽しくなりました。そんな言葉を、ある若手社員が漏らしているのを耳にした。周りのメンバーも笑顔でうなずいていた。はるかさんの夜遅くまでの残業も減った。互いを信頼し、支え合う関係が築かれていくにつれ、仕事は驚くほどスムーズに回り始めた。部下を信じること、そして自分を信じること。その二つのバランスを、はるかさんは少しずつ掴み始めているようだった。そして、俺の警備員としての最後の夜、月明かりが桜エンターテインメント本社の窓ガラスに優しく反射していた。秋人さん、今日で最後なんですってね。いつものように巡回を終えた俺に、はるかさんが声をかけてきた。ええ、充実した体験をさせていただきました。はるかさんが少しうつむいた。それから意を決したように続ける。実は今日、のぼるくんに言われたんです。月が綺麗ですねって。ああ、そうですか。確かに綺麗ですもんね。もう、なんでそんなそっけないんですか？ここは嫉妬するところでしょ？はるかさんが思わず声を上げる。俺は思わず、と漏らした。作家なら知ってますよね。夏目漱石の有名な言葉じゃないですか。I love you をそう訳したって。はるかさんが頬を膨らませる。その仕草が妙に愛らしい。それ、夏目漱石が言ったという資料は、実はないんですよ。そうなんですか？なんだ。はるかさんはガクリとうなだれた。しかし、すぐに顔を上げる。月明かりに照らされた、はるかさんの瞳が、まっすぐに俺を見つめていた。私、毎日あなたに会えるのが楽しみでした。夜遅くまで残業してた時も、秋人さんが声をかけてくれるのを、密かに待ってたんです。はるかさんの方がかすかに赤く染まる。俺は思わず笑みがこぼれた。俺はゆっくりとはるかさんの手を取った。そしてそっと囁くように言葉を紡ぐ。はるかさん、ここで働くうちに俺は月よりも綺麗なものを見つけました。それは部下を思いやる優しさ、真摯に仕事と向き合う姿、そして時々見せる儚げな横顔。あなたのことです。はるかさんの手がかすかに震える。月の光がはるかさんの潤んだ瞳を優しく照らしていた。これからは一人の男としてあなたを守りたい。あなたの物語を共に紡いでいきたい。はるかさん、俺と一緒にこれからは歩いてくれませんか？はるかさんの手がそっと俺の手を握り返してきた。答えは月明かりに輝く涙とこぼれるような微笑みの中にあった。それから数ヶ月後、永遠の桜が書店に並んだ日、はるかは一番に本屋に駆けつけた。本棚の前で表紙を優しく撫でるように手を伸ばす。ついに出版されたわね。この本の中に警備員体験が生かされているのよね。ああ、俺ははるかの隣で微笑んだ。本は瞬く間に売れていった。書店の平台に大きく展開され、各所で今年最大のベストセラーと謳われている。秋人の作品がみんなの心に届いているのね。はるかさんの言葉にうなずきながら、俺は彼女の笑顔を見つめた。
小説、永遠の桜は確かに大きな成功を収めた。でも、今目の前にある彼女の笑顔は、どんな物語よりも愛おしい、かけがえのない宝物だった。今、この物語を書きながら、俺は確信している。人は一人では生きていけない。でも、誰もが誰かの支えになれる。その小さな勇気が、きっと、大きな希望を生み出すのだと。